こんにちは。今回はフリーキャド 1.1 の変換ツールとマニピュレータワークベンチについて簡単に説明してみたいと思います。変換ツールは元からありましたが、フリーキャド 1.1 で大幅に強化されるようです。ということで、個人的に興味があったので、フリーキャド 1.1 の開発版でちょっといじってみました。ついでに、せっかくいじったので動画にしてみたという感じだと思ってください。ちなみに、今回の変換ツールの操作に関して海外の動画をパクリ、参考にさせていただきました。先に言い訳しておきます。概要欄にリンク貼っておきます。あと、マニピュレータワークベンチとの比較もざっくり解説します。マニピュレータワークベンチは、フリーキャドの外部ワークベンチの一つで、オブジェクトの移動や整列、測定などを補助するツール群です。標準では入っていないため、もしご存じなければ簡単に解説しますので、合わせてご覧ください。ではまず、今までの変換ツールを見てみましょう。フリーキャド 1.0.2 で操作しています。例えば立方体を配置したとします。立方体を右クリックして、変換を選択してください。変換ツールは、たったこれだけです。ダイアログボックスは、平行移動の増分と回転の増分しかありません。基本的には 3D ビューに表示される立方体の座標軸をぐりぐり動かして位置とか向きを変更します。ここではダイアログボックスで平行移動の増分を 1mm、回転の増分を1度としてます。マウスでドラッグするとその分ずつ移動したり回転したりします。移動、回転は立方体の原点が中心となっています。ここでいじったものが立方体のプレースメント項目の位置や角度に反映されます。正直あんまり使い道ないなという機能でした。さて、ではフリーキャド 1.1 版はどうかと言いますと、こんな感じです。ご覧の通り項目が大幅に増えているのが一目でわかります。動画作成時点では開発版ですが、正式リリース版も多分大きくは変わらないと思います。機能としては旧バージョンと同じくプレースメント項目の設定を行うのが目的ですが、かなり強化されているのがわかると思います。では、もうちょっと細かく見てみましょう。ドラッグのカテゴリーを見てください。今までオブジェクトの原点でしかいじれませんでしたが、重心とカスタムが選択できるようになりました。では、重心を選んでみましょう。座標軸が重心に移動しました。重心を中心に移動や回転を行えるようになっていますね。では今度はカスタムを選択してみましょう。参照という項目が出てきます。面、エッジ、頂点を選択できるようになっています。選択した面やエッジ、頂点を基準軸として移動や回転が行えるように機能が増強されたことがわかります。実際にマウスドラッグで位置を調整する機会は少ないかもしれませんが、簡単な確認には便利です。では、もうちょっと下の項目を見てみます。座標系というコンボボックスと平行移動量、回転の数値ボックスがあります。つまり、マウスで動かすだけではなく、数値入力で正確に微調整できるようになってます。座標系のコンボボックスですが、ローカルと全体が選べます。日本語訳がおかしいのですが、全体はグローバルのことですね。表示されている平行移動量や回転の角度がオブジェクトのプレースメント項目に反映されます。ローカルはフリーキャドで一般的に使われるローカル座標系とは異なります。現在の位置や角度に対する変更量、オフセットを指定する項目です。例えば、全体の平行移動量、回転の値が0になっています。ローカルに切り替えて適当に値を変更してみましょう。続いて、全体に切り替えると、ローカルで設定した値が反映されます。さらにもう一度ローカルに戻すと、表示される値は0になりますが、これは現在の位置、角度を基準にした相対的な表示です。プレースメント自体は保持されています。ローカルは、現在の位置、角度からどれくらい変更したいかを指定する項目という意味になります。では、また座標系を全体に切り替えます。さて、ここにアライン、ドラッガー、ローテーション、ウィズ、セレクティド、コーディネート、システムという謎のチェックボックスがあります。これは何なのかと言いますと、矢印の軸を強制的にグローバル座標系の軸に合わせます。
現在赤丸のオブジェクトの座標軸は U、V、W になっていると思います。ここで表示されている U、V、W はオブジェクト固有のローカル座標軸を示しています。ではチェックボックスをオンにします。赤丸の座標軸は X、Y、Z に切り替わって水色のグローバル座標軸に揃ったと思います。こんな感じでどの座標軸で移動、回転させたいか細かく指定できる仕組みとなっています。続いて下の項目のユーティリティを見てみましょう。この Move、To、Other、オブジェクト機能が一番役立つ機能ではないでしょうか。これはオブジェクトとオブジェクトをドッキングする機能です。では早速いじってみましょう。まずもう一つオブジェクトを追加してみます。ここでは円柱を追加してみました。円柱を適当に距離を離して配置します。では円柱を右クリックして変換メニューを開きましょう。変換メニューが表示されたら Move、To、Other、オブジェクトボタンをクリックします。するとドッキング先の面、エッジ、頂点を選択する状態になります。では立方体の面を選択してみましょう。こんな感じで円柱が立方体にくっつきました。簡易的なアッセンブリ機能ですね。では次はエッジをくっつけてみましょう。四角柱を作成しました。では右クリックで変換メニューを表示します。ここでモード、カスタムに設定します。四角柱のエッジを選択してください。続いて Move、To、Other、オブジェクトボタンをクリックします。あとはくっつけたいところを選択します。ここでは立方体のエッジを選択しました。エッジとエッジはくっつきましたが向きがひっくり返ってますね。このように向きが逆になる場合があります。こんな場合は反転ボタンを謳歌します。これでちゃんとくっつきました。このようにかなりいろいろな機能が追加されました。工夫次第でいろいろ使えると思います。例えば背景の操作映像ではドラフトワークベンチのシェイプストリングの位置合わせを行っています。斜めの面に簡単に文字を入れることができます。また STL ファイルなどのメッシュデータをシェイプに変換すれば任意の面を移動や回転の基準に使えます。変換機能がどんなオブジェクトで使えるか代表的なものに絞って表にしてみました。フリー CAD 1.1 が公開されたらぜひ活用してみてください。以上変換ツールのざっくり解説でした。さてここまでフリー CAD 1.1 の変換ツールの概要をお話ししましたが、実はほとんど同じ機能を持つワークベンチがあります。マニピュレータワークベンチです。現状ちょっとバグが多いのでインストールするのはあまりおすすめしません。ただ頻繁に更新されているようですのでそのうち正常に動くようになると思います。当動画で使うのは開発版バージョンです。ではちょっとだけ動きを見てみましょう。サンプルとして円柱と四角柱を適当に配置しました。では円柱同士をくっつけてみましょう。円柱と円柱のエッジを選択してアラインオブジェクツアイコンをクリックします。こんな感じでくっつきました。今度は四角柱同士をくっつけてみましょう。四角柱のエッジとエッジを選択しました。同様に四角柱もくっつきました。まあこれはフリー CAD 1.1 の変換ツールでも同じことができますね。さてマニピュレータワークベンチは複数のオブジェクトを同時に整列移動させることができます。これならフリー CAD 1.1 の変換ツールではできません。では簡単なテストとして複数オブジェクトを整列させてみましょう。まず整列させる基準となる面を選択します。次にこの基準面に合わせたい面を次々と選択していきます。コントロールキーを押しながら整列させたい面を順にクリックして選択します。ではアラインオブジェクツアイコンをクリックします。いかがでしょうか。一括で複数オブジェクトの面を整列させることができました。続いて距離測定機能を使ってみましょう。この機能もフリー CAD 1.1 の変換ツールではできません。まず頂点の距離を測ってみましょう。頂点と頂点を選択してみてください。距離が表示されました。では続いてエッジの角度を測ってみましょう。1本のエッジを選択するとその長さが表示されます。ではもう一つエッジを選択してみましょう。
エッジとエッジの角度が表示されました。さて、この測定ですが、メジャー機能でも可能ではと思うかもしれません。そう思った方、正解です。マニキュレーター、ワークベンチにこだわりがある人以外はあまり使い道がないかもしれません。ということで、初心者の方向けの結論ですが、まずはフリーキャド 1.1 の変換ツールだけで十分だと思います。まとめですが、フリーキャド 1.1 の変換ツールは大幅に機能拡張されて、ただのマウスでグリグリするだけの機能ではなくなりました。無理にマニキュレーター、ワークベンチを使う必要はありませんが、必要に応じて補助的に使うのが良いと思います。まずは変換ツールを使いこなして、どんなことができそうか、いろいろ試してみてください。それでは、今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。